こんにちは。ゼロから行政書士へようこそ。このチャンネルでは、知識ゼロの方でも合格できるよう、基礎から優しく解説していきます。毎回、一つのテーマに絞って、じっくり丁寧にお話しします。第1回の今日は、行政書士という資格の全体像と試験の仕組みを見ていきます。まずはゴールの形を知ることが、合格への最短ルートです。行政書士は様々な書類の作成を専門とする国家資格です。根拠となるのは行政書士法という法律です。身近な手続きを幅広く支えることから町の法律家とも呼ばれます。観光所への申請や契約書の作成などを依頼を受けて行います。行政の手続きは複雑で専門家の助けが欠かせない場面が多くあります。私たちの暮らしとビジネスを書類の面から支えるのが行政書士です。行政書士の仕事は大きく3つに分けられます。1つ目は観光所に提出する書類の作成です。例えば、飲食店の営業許可や建設業の許可の申請書がこれにあたります。2つ目は、権利義務や事実証明に関する書類の作成です。契約書や遺産分割協議書、会社の議事録などがこれに含まれます。3つ目は、これらの書類作成についての相談に応じ、手続を代理することです。作成した書類を本人に代わって役所に提出することもできます。つまり、幅広い分野の手続を依頼者に代わって整えるのが役割です。行政書士が人気を集める理由は、主に3つあります。まず、年齢や学歴、国籍に関係なく誰でも受験できます。働きながら挑戦する方や定年後に学び直す方も多くいます。次に、資格を活かして独立開業を目指せる点です。そして、扱える書類の種類が非常に多く、活躍の場が広いことも魅力です。だからこそ、毎年多くの方が合格を目指して学習しています。試験の基本情報を表で確認しましょう。試験を実施するのは一般財団法人である行政書士試験研究センターです。受験資格に制限はなく、どなたでも申し込めます。試験は例年11月の第2日曜日の午後におよそ3時間かけて行われます。問題数は全部で60問です。合格発表は翌年の1月頃に行われます。正確な日程や時間、手数料は必ず公式の案内で確認してください。60問の日分を見ていきましょう。大きく、法令等の科目と基礎知識の科目の2つに分かれます。法令等の科目は46問で、行政法と民法が中心になります。基礎知識の科目は14問で、政治経済社会や情報、文章理解などから出ます。この2つを合わせた60問を1回の試験で回答します。配点は300点満点で、法令等の割合が大きくなっています。法令等の科目をもう少し細かく見てみましょう。この科目は、基礎法学、憲法、行政法、民法、商法会社法から出題されます。中でも出題数が最も多いのが行政法です。次に多いのが民法で、この2科目で法令等の大部分を占めます。憲法や商法会社法、基礎法学もそれぞれ数問ずつ出題されます。そのため、行政法と民法を得意にすることが合格の近道になります。出題の形式は大きく3種類あります。中心となるのは5つの選択肢から1つを選ぶ択一式です。次に示された5句から選んで空欄を埋める多子選択式があります。さらに40字程度の文章で答える記述式も出題されます。記述式は1問あたりの配点が大きく合否を分ける重要な形式です。選ぶだけでなく自分の言葉で説明する力も問われます。ここが今日の一番大事なところです。合格の基準を確認しましょう。
行政書士試験の合格には3つの基準をすべて満たす必要があります。1つ目は、法令等の科目で得点の5割以上を取ることです。2つ目は、基礎知識の科目で得点の4割以上を取ることです。3つ目は、全体の総得点で6割以上を取ることです。どれか1つでも欠けると不合格になってしまいます。だからこそ、苦手科目を作らないことがとても大切です。合格への鍵は、配点の大きい科目を落とさないことです。特に行政法と民法は出題数が多く最大の得点源になります。記述式もこの2科目の理解がそのまま問われます。つまり、行政法と民法の学習がそのまま得点に直結します。一方で、基礎知識には4割の足切りがあるため油断は禁物です。全体のバランスを意識して学ぶことが合格への近道です。学習の進め方も簡単に見ておきましょう。まずは基本のインプットで全体の土台を作ります。次に過去問を繰り返し解いて出題のパターンになれます。行政書士試験は過去問の演習量が合否を大きく左右します。そして直前期に記述式の対策と数字の総まとめを行います。焦らず毎日少しずつ続けることが合格への一番の近道です。この流れを意識すれば学習に迷いがなくなります。試験に合格した後の流れも見ておきましょう。まず、合格そのものに有効期限はありません。実際に業務を行うには行政書士として登録する必要があります。登録は事務所を置く都道府県の行政書士会を通して行います。登録が済めば、いよいよ行政書士として業務を開始できます。ここで今日のクイズです。行政書士試験の合格に必要な条件として正しいものはどれでしょうか？ A は全体で6割取れば科目別の基準は関係ない。B は法令等5割、基礎知識4割、全体6割をすべて満たす。C は法令等の科目だけで6割取ればよい。少し考えてみてください。正解は B の3つの基準をすべて満たすです。全体の点だけでなく、科目ごとの基準も満たす必要がある点に注意しましょう。今日のまとめです。行政書士は幅広い書類の作成を担う国家資格です。試験は全部で60問、法令等が46問、基礎知識が14問という構成です。合格するには、法令等基礎知識全体という3つの基準をすべて満たす必要があります。特に、行政法と民法が最大の得点源になることを覚えておきましょう。この全体像をつかめば、学習のスタートは十分です。次回からいよいよ本編に入ります。第2回は、基礎法学の第一歩として、法の分類を解説します。公法と私司法、一般法と特別法などの基本の考え方を整理していきます。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援してください。それでは、次回またお会いしましょう。